おはようございます。おばさんバックパッカーのあいろ70です。前々回ですかね、動画前々回で言ってた通り、フランスパリにプチ留学です。実際学ぶのは5日間なんですが、パリその間観光して、でその後南仏に向けて10日間の旅をします。でその荷物を今から早速パッキングしていきます。出発は明日は羽田空港からパリ行きの、私初めて乗るんですけど JAL の国際線に乗ります。でもここからだとちょっと午前中の便なんで間に合わないし、前日に羽田まで移動しようと思って9時36分時間はパッキングをちょっと早速していきたいと思います。で今回ちょっと心配しているのは文房具系が入るので、荷物8キロぐらいに抑えられたらベストやし、まあ行っても 8.5 以内で行きたいと思います。グレゴリーのコンパス40リットル入るということです。まず入れる部分、もう何回もしてるんでご存知の方はまたこれかって思うかもしれないけど入れる部分はこのトップの部分ですね。ここが上なんですけど、この上の部分にメッシュ部分があって、底の部分、そう、グレゴリーのコンパスっていろんな種類があって、コンパス30かな、本当はそれぐらいで私の荷物っていける感じなんですけど、コンパス30はこの底の部分がついてないんです。だからそっちに慣れたら別にそこなんていらないかもって思うんですけど、なんか私はこっちのこの底があるリュックに慣れちゃってるから、こう見た時にね30、あそこないんかってちょっとがっかりした自分がいたんで、まあ40でこのまま行こうかなっていう決断をしました。このメインのところ、いろんな荷物入れれるところと、この逆のサイドにも平べったく入れるところがあります。もうちょっとこのシートだけ入ってます。入ってるけど出しとこうでそしたら早速いきます。まずはちいかわちゃんですね。ちいかわちゃんには、有線イヤホン入ってます。ここに入れて、でちいかわちゃん有線イヤホンここつけました。今回今ちょっと始めようと思ったんですけど、今回これ1個始めたということがあって、クレジットカードを今まで JAL の、ゴールドカードですねもう使ってたんですけど、手数料がすごい気になってて、100円ぐらい、100円からどうしようかなって思った時に、よくネットでワイズカードというのを作ったんですよ。これはシンガポールの会社らしくって、ネットで、申し込んで、でカードが家に送られてくるんです。そしてこのカードに私が送金をします。そしたらここにお金が入ります。それで現地でクレカと同じなんですけど、ここにこういうチップが入ってるし、お店入ってこれで支払うというふうにしてこうタッチして支払うと、お金が引き落とされるんですが、その手数料が格段に安い。おそらくクレカやったら100円ぐらい取られるところを30円ぐらいで決済しているような感じです。送金すると送金手数料が取られるんじゃないかなとちょっと心配してたんですけど、私は楽天銀行に入ってて、楽天銀行でそのランクがあるんです。月1回他行振り替え無料とかいう。で私その無料、月1回の他行振り込みが無料というのを使ってやると、全く手数料引かれずにこの銀行の口座に入ってました。だから今回、現金は何も使わずに全て
このカードでいきます。あと、スマホに、Apple Pay が入ってるんですけど、それとこのカードを連動させたので、おそらくパリで交通料金が支払えるはずなんです。そしたら引き続きいきます。まずこのトップですね。これいつも出してるけど今回だから日本円持っていかずにこの米ドル2枚持っていきます。これとプライオリティカードで、私スマホにプライオリティラウンジのアプリ入れてて、それでもいけるんですけど、それが使えなかった時ちょっと困るし、このカードを一応持っていきます。これをこのメッシュ部分に入れます。お金なんでショッピングバッグ、ショッピングバッグを合計2枚持っていくんですけど、そんな別に1個でいいやんっていう感じもするんですが、もう1個の方がこの街の作りがちょっと緩いんで、パソコンとかもし持ち運ばないといけない時は、この強いバッグで行こうと思ってます。だからこのバッグ持っていきます。これと飴今回ね、お菓子も1種類買ったんですけど、現地で巻くっていうかそんな量ないんですけど、ちょっと今回心配なのが熱波。フランスすごい暑いみたいで30度超える。で30度でそんなに大したことないやんって日本人にしたらなるんやけど、建物にクーラーがついてないところが多いらしいんです。あと電車で、最近ニュースでもあったんですけど、パリからニースに向かうTGV やったかな、もう暑さに乗客が耐えられなくなって、その途中で TGV 電車止めてみんながぞろぞろ外で休んでるっていうニュース見たんで、ちょっと怖いなと思って、そういう時にこの塩の入った飴を持っていこうかなと思いました。こういう風にパッケージ入ってた方が、例えばですよ、想像してるのは現地の人にもあげるときに、ほらなんかトマトだよとかレモンだよとかこう説明しやすいから、このパッケージのまま持っていこうと思ってます。クリップで留めて持っていきます。これもトップですね。この上に入れて、はい。で次はこの底いきます。この3つセットです。いつもこれがカバンですね。IKEA のカバンなんですよ。リュックを預けるとき使うんですけど、ロッカーというのがあんまり存在しないみたいで、リスボンでもそうだったんですけど、預けれるお店を探して予約して、そこで預かってもらうっていう感じです。例えばコンビニとかそういうところかな。鍵ですね。このポーチの中に鍵とワイヤー入ってます。預けるときはこの、鍵をカバンにつけてで預けます。でこれがサンダルですね。もう室内履きです。こんな感じでサンダル持っていきます。で今トップと下が入った状態。そして次はメインに行きます。よいしょ。メッシュ部分、ここからいきます。ソーイングセット入れます。手の爪はこのヤスリでしたいし、足の爪はこっちで切るという感じです。入れます。ジップロックの台とショーは主に液体類の袋が破れた時の予備とか、小さい、洗濯物、靴下とかそういうのが次の移動しないといけないのに乾かない時はここに入れたりします。台は市場で買った果物を洗って入れたりとか、その大きめの服の洗濯
ワンピースとか洗って乾かない時はここに入れて、で移動先でまたすぐ干すというのに使います。だからこの2枚を入れます。虫除けシート、あんまり強力じゃない、野外とかでは全く効き目ないんですけど、部屋の中でもし蚊がいて夜寝れなくって困ったり刺されたら嫌な時はこの虫除けシートをさっと塗ります。あんまりそのきついもの入ってないしベタつく感じがないんでいいです。無印です。これやっていきます。風邪対策セットですね。これ、マスクと喉すっきりタブレットと風邪薬6入ってます。使わずに済むことになります。これ入れます。で次このメインに行くんですけど、服をちょっと紹介します。ちなみにこのまま空港行くんですけど、今着てるのはカットソー580円やったかな自由で。で、ブラトップ1枚着てて、この黒のタイトです。これも何度か履いてます。でそれ以外に持っていく服ね、多いかなって感じやねんけど、なんか着たいじゃないですかパリとかで上の服はユニクロです。グレーの T シャツの変哲の、これもユニクロです。水玉の黒のシャツだけ短め。ユニクロで買おうと思ってユニクロに行ったわけじゃなくて、他の店でもあったらそれでもよかったんですけど、一般の体型に合うような服を作ってるのはユニクロだけしかなかった。あと重さ、旅に行くようになって服の重さすごい気にするようになりました。買う時にこう手に取って重いなしみたいな感じブラトップは白のブラトップと前回水着に使えるかなとか言って試したこのカーキの、これも何度かね履いたことあるんですけど、めっちゃ鮮やかでしょ2年前にパリ行った時赤オレンジか赤かその中間みたいな色のスカートの同じ青バージョンなんです。ニースとかリゾート系のとこ行くと絶対ショートパンツ履きたくなると思うんですよ。だからこうショートパンツ持っていきます。で、飛行機乗るとき履いてるこのユニクロのエアリズムのズボン、これだけですね。服はこんな感じで入れます。これが液体類です。ここに入ってるのはですね、メイク道具とかフロス1個にした方がいいんちゃうのって買ったんです。なんかこれではちょっと足りないし、じゃあこれだけ持っていけばいいっていう感じなんですけど、それやとこれがどんどん余ってくるし、使い差しがちょっと余ってくるしみたいな感じで、もういいわ2個持っていこうって感じで、こうです。日焼け止めクリーム、コンタクトの洗浄液、虫除けスプレー、これは野外で効きます。化粧水、このボトルね15日ぐらいなのでちょっと足りないし、補充用メイク落としで、コンタクトこれね、もうワンセットここに入ってます。2週間用がもうワンセット。こういう感じでここ入れます。はい、この服を今そこに入れた。この液体類のポーチ入れました。あとは隙間を埋めていきます。下着類に行きましょうか。この袋の中に靴下が2足とパンツが1枚、はい、隙間に埋めていく感じかな。どこでもいいし。でアウターですね。もういらんかなと思ったんやけど、一応いつも持っていってるシャカシャカウィンドブレーカー持っていきます。今は暑いけど気候が急に変わって、2年前のパリがそうやったように現地で何か調達しなあかんってなったらもう高いし、織物シートを入れます。日数分電気系ワイヤー1個と国際フラグ、どこでもいけるやつ、 C タイプと USB がさせるコンセント、なぜか絆創膏が入ってます。絆創膏、他にポーチがないからここの隙間に入れてる。これもこっちに入れようか。はい、お菓子今回少なめです。さっきの飴とこのドラえもんのマシュマロにした。これをもう5個しか持っていかない。こんな感じ。
崩れたらよし、上の方に入れます。矯正のリテーナーです。メガネケース、これメガネケース。パソコンのケーブル、このポーチの中にパソコンのケーブルと USB-C タイプっていうワイヤー1個入ってて、有線イヤホン。今回今までにないものを持っていきます。それはなぜかというと勉強するからフランス語の学校行くし、だからこれが足りてるかどうかわからないんですけど、筆箱、今学校ってどんな感じで授業を進めていかはんのか全然ちょっとわからへんねんけど、シャーペンとちっちゃく消せる消しゴム、普通の消しゴム、蛍光ペン、シャーペン、4色ボールペン、辞書とか買えとか言われたらどうしようもでちょっとビビってるんやけど、ルーズリーフなんですけど何枚かあった方がいいのかなとか思って、このちっちゃい感じやけど持っていく。そしてこれは全然勉強関係ない、勉強かな、インスタでストーリーで上げてたと思うんですけど、2年前に行った時に森田恵子さんと山本頼子さんのこのパリの歴史散歩ノートっていうのを持っていったんです。そしたら今回偶然に第2弾っていうのが5月のいつやったかな、出て、パリの美術散歩ノート、そう美術館いくつも行こうと思ってるんで、きっとそこで見たら読みたくなると思うんですよ、詳しいことだから持っていきます。でこれね、ポーチも考えたんですけど重さといいポーチが見つからなかったんで、これで包んでいこうという日本の文化っていう感じ。平らにしたいし、上の方が帽子、シンガポールで買った帽子これでいいはず。ここ閉めますね。でメインが入れました。で次はこの逆なんです。ピクニックシート。このピクニックシートに関してインスタのメッセージである女性の方がアドバイスくださったんですね。シートじゃなくて布の方がこうカサカサ音がしないし軽いしいいですよっていうことで、実際その方は海外によく行かれてて、お子さん連れてその布を広げてビーチで休憩したりとか公園で休憩したりとかされてるというお話も送ってくださったので、いいなって思ったんですけど、なんかね、私はその布のペラペラ感がちょっと不安っていうか、デコボコしたとこだったら痛いかなって思ったことと、汚い滞在所のとこにはこのシートを広げてリュックを置けるスペース作るんですけど、布やったらちょっと汚さの防げる度合いが少ないかなってそんな風にメッセージくださってすごい嬉しかったんですけど、引き続きこのコピーのシートでいこうと思います。だかな、雨傘、これを入れて空港でもすぐ取り出して磨けるように別で持っていきます。歯ブラシとこの1本で足りるような気もするんですけど、足りなかったら困るし、ホテルで過去手に入れたのも持っていきます。ここですね、パソコンを入れて、はい、こんな感じですね。ここ、はい、でこれ後で荷物測りますね。そしたら次はサブバッグ、これ大事なものからいきましょうか。パスポート、これをこのカバンの、左かな、この内ポケットとかあるんですけど、ここにこう入れます。だから空港とかこうさっと取り出しやすいように、パスポートのポケットの横にもう一個ちっちゃいポケットがあるんです。ここにクレカをいつも生で入れます。でもパッと取り出しやすいようにここに入れます。この小さい方に、お買い物バッグですね。これさっきちょっとちらっと言いましたけど、重量に耐えかねるけど普段使いにはいけるんです。カチャって回せるし、パリとかねスリ心配やけど手間じゃないですか。こうやってカチャって回してこうやってやるっていうのだからすり防止にもいいかなと思ってます。でこれとでここにポーチにコンパクトミラーと口紅入れてます。あとここには今回持っていくかちょっと悩んでるんですけど、ティッシュを入れてたりします。ボールペン、これをポンとここに入れときます。
すり防止ストラップ。2年前行った時もこんな紐つけてる人ってほんといないんですけど、取られたらもう最悪やし、このカバンの本当にいいところはね、このメインのとこのこの後ろにこういうまたポッケがあるんですね。でここにこのぶら下げたスマホをこう入れれるんですね。だからこの首に負担がかからない。だから日本ではこのストラップはいらないので、でもパリに着いたらすぐ装着したいし、この辺りガチャ。そしてお財布ですね。ちょっとだけユーロのコイン持ってるんです。1ユーロぐらい。もうこれをちょっとここに入ってるのと、予備のクレカと、2年前行った時に使って10回券っていうのを買ったんですよ。交通カード。2回分ぐらい余ってる気がするので持っていきます。お財布を入れます。バッテリーポーチには前のこのメッシュ部分に絆創膏3枚入れて、あとメモリーカードをですね、1回これ失敗してるし、もう、メモリがないっていう時でもすぐ差し替えれるようにいつも携帯しておきます。で、私のバッテリーですね、4800と、1万です。こんな感じでいつでもこうさせるようにこれだけペロッと出しときます。あとお水、いつものボトルですね。コスタコーヒーの空き瓶、空きボトル。スカートのポッケにも入れれますけど、ハンカチ1枚。それと撮影用具です。 DJI ポケット2やったかな。なんかすごい古いの使ってますけど、これと、三脚ですね。なんかちょっともうで、いつものこのマフラー、こんな感じでキュッて結んで、こんな感じで歩いてますそしたら、リュック重さ測りましょう。でもこれめっちゃ重いし、結構8キロないんちゃうかなとか今一瞬予想してるんですけど、めちゃめちゃ軽いやん。 6.8 です。今自分の体重先測って、この荷物を持って測ったら2キロ、結構重い6.8 やし、これが 8.8、 重いね重いけど今回は LCC でもないし、前後に荷物分散させられるしいいと思いますでは、次はカメラ回すの多分痛みからになると思うんですが、私がどのように羽田までたどり着き、どんなホテルで全泊するかというのも撮ろうと思います今もう搭乗口来てんねんけど、ご飯食べようかどうか迷ってて、結構するな。1400、高いね。1180円。なんか飛行機めっちゃ遅れてんねん。40分遅れで搭乗行ってるし、多分出発が1時間ぐらい遅れてんのかな。結構イライラしてる人も多かったけど、私NHK の100カメ見てたし、大変ですよねとか思いながらで今ちょっと乗ります。ありがとう。座った。飴もらった。今着いたんやけど、京急線に乗る。
に行くのな。多分あの建物、梅田イノベーションシティ。松屋で買ったで、これがホテル KQXEXE。 シャトルバスにお試しもらう。検索方法を選択してください。お名前を入力してください。なんかすっきりしてると思いませんか？このホテル大浴場があって、今大浴場入ってきた。お部屋にも一応ついてて、トイレと、シャワーで、ここが玄関で、スリッパこういう風にあるから、これで大浴場まで行ける。これが洗面入って、ちょっと靴下はこれ洗うんで置いてます。ドライヤーとか何でもある。空気清浄機もあります。テレビでダブルのベッドがある。よいしょ。でこれが大浴場行く用のカバン。ここにいろいろ入れて持っていった。でこういうちょっともうバンと置いてるけど、でこれからカツ丼食べようと思ってここに置いてます。でもう暗いしな。こんな感じ。面白くないかな。松屋のロースカツ丼770円ってめちゃめちゃ安い。今日のメニューはこのロースカツ丼とお水と蜂蜜紅茶下にあったし、それが私のご飯。松屋のカツ丼。めっちゃ美味しい。そしたらいきなりですが、お洗濯の方法。まずこれが靴下、今日履いた靴下ね。これを濡らします。できればお湯の方がいいですね。濡らしました。そしたら靴下は私はで何でもいいし、ほんまにここやったら今ハンドソープあるし、石鹸類やったらこれこんな感じでつけて、でこうゴシゴシゴシってする。だから今はこの洗面所でやってるけど、お風呂とかシャワーの時するのもこんな感じだから、お風呂でこれ持って入ってボディーソープとか、もうボディーソープなかったら、シャンプーとかでもシャンプーでやったらいい。だいたい洗えたなって感じやったらお湯で流す。泡が出んかったらもうこれでいいと思うし。次は絞る。こっからがちょっとポイントです。バスタオルがバスタオルの方がいいんやけど、これを使います。よいしょ。バスタオルで一度水気を染み込ませる。でだから T シャツとかあったらこういう感じで T シャツここに置いたりとかして重ならへんようにやって、今日はでもこれしかないからこんな感じでちょっとかけて畳んで、でここで私はくるくるくるってこう巻いて、で次またこれをこう自分の体重をかけながら、よいしょ、こんな感じでこういうふうにキュッキュッてやって、いったかな。でこんな感じで脱水終わりましたみたいな。だからこういうとこに洗濯ばさみでもいいし、あとこういう
こういうとこもこうやって使ったりとかして、でもなんか黒に黒で明日忘れたら嫌やし、ここにしようかな。こういう感じで、よいしょ。熱いのかなんか、よいしょ。はい、はい、これがお洗濯の方法です